こんにちは、キーストアです。先日2024年10月23日、待望の新型 iPad mini が発売となりました。2021年、全モデルから大型アップデートとなった iPad mini 6から3年。すでに多くの方が発信されているように、ややマイナーアップデートでの発売となりました。多くのレビュアーの方がスペック、良かった点や不満点などをアップされているので、詳細はそちらをご覧いただいてもらうとして、私はなぜ iPad mini 6からこの新型 iPad mini を購入したのか、自身のライフスタイルにどのような影響を与えてくれるのか、今後の期待も含めて3つの理由をお話しします。1つ目は適切な買い替えのタイミングであったことです。今現在私は M413 インチ iPad Pro も愛用していて、それまでは2021年5月に発売された M111 インチ iPad Pro を3年間使用してきました。もちろん M1 スペックの iPad Pro でも十分に日常生活を過ごすことができていましたし、動作に不満はありませんでした。また当時 M1 iPad Pro が登場した時には、そのチップ性能は過剰スペックであると散々言われていましたし、Apple Intelligence が日本で登場する2025年でも M1 搭載の iPad は Apple Intelligence 対応で問題なく使用できるでしょう。ただ実際に2025年になってやっぱりもう少しスペックが必要だなと感じるかもしれません。それらを鑑みてもミニ6発売から3年経った今、今回の新型 iPad mini は私にとって適切な買い替えのタイミングでした。当然ミニ6に不足があるわけではありませんし、ミニ6ユーザーは今すぐ買い替えるという選択をしなくてもいいと思います。あえてミニ6に後悔と不安点があるとすれば、私が 64GB を選択していたことによる容量不足と、電池持ちが徐々に悪くなってきているなぁと感じていたこと、次に新型が登場するのが何年先になるか予測できないこと、この3点です。それほどにミニ6の完成度が高いということです。2つ目はチップ性能の向上です。毎日 iPad mini を酷使している生活環境の中において、チップ性能の向上は iPad mini ジャンキーたちにとっては非常に喜ばしいことです。 M チップじゃないし、ステージマネージャー使えないからリフレッシュレートも 60Hz だしという声が聞こえてきそうですが、それは iPad Pro、iPad Air にお任せしましょう。iPad Pro mini を期待したくなる気持ちもよくわかりますが、ミニにはミニの絶妙な立ち位置があります。そんな前提に立った上で、私の iPad mini の用途は大きく4つです。1つ目はコンテンツ消費です。きっと多くのユーザーが iPad や iPhone で行うメイン用途ですが、ネットブラウジング、音楽や動画の視聴、雑誌や漫画など読書をiPad mini メインで行っています。2つ目は Apple Pencil や Bluetooth キーボードを使ってのノートやデジタル手帳、スケジュールや To Do、タスクの管理です。3つ目に車運転時のナビゲーションツール、CarPlay 的な使い方です。過去に iPad CarPlay の動画を上げていますので、ご視聴いただけると嬉しいです。そして4つ目がクリエイティブ作業用途です。最近では iPhone でのログ撮影時のモニターとして iPad mini を活用しています。また Lightroom での写真確認、ソーシャルメディアでの投稿など 8.3 インチの絶妙なサイズを存分に活かして iPad mini で作業をしています。これら4つの用途は一聴するとミニ6のままでいいんじゃないと思われがちですが、私の場合日々 iPhone 以上に iPad mini でこれらの作業を行うことで3年間酷使し続けてきました。これは Apple Pencil も同様で、今回の Pencil Pro 対応は M4 iPad Pro ユーザーの私にとっては非常に嬉しいアップデートです。
ですが、既存のミニ6ユーザーは新たにペンシルプロか USB-C タイプを購入する必要性があるのが懸念点です。つまりは毎日毎日持ち運び愛用し続けるガジェットであるからこそ、マイナーアップデートであったとしても新型を選ぶ大きな理由となるのです。最後の3つ目は未来への期待です。日本では今のところ2025年対応予定となっていますが、Apple Intelligence と多くの Apple ユーザーたちが共生することによって、私たちのライフスタイルをより便利で刺激的なものへと変えることができるのかは、今現在未知数ではありますが、非常にワクワクします。もちろん新型 iPad mini は Apple Intelligence 対応機であり、その恩恵を享受できます。既存ミニ6ユーザーは実際に Apple Intelligence 対応が始まってから見極めるのも良い選択だと思いますし、それ以前のモデルからの変更、または新規購入を検討されている人たちには素晴らしい選択になるはずです。今回私が選んだのは 256GB Wi-Fi セルラーモデル、カラーはスペースグレーです。 iPad mini 6は 64GB Wi-Fi セルラーモデルスペースグレーカラーでしたので、筐体が変わっていない今回のアップデート化においてはそこに大きなワクワク感はありません。マイナーアップデートした今回の新型 iPad mini は A17 Pro チップを搭載し、Apple Pencil Pro 対応。日本では来年以降の対応となる Apple Intelligence のための設計と、ざっと要約するとこの3つのアップデートだけです。それでも指の皮脂が少なくなり老眼が始まりつつある40代の親父世代が目を細めて小さなスマートフォンを見ているよりも、新型 iPad mini 片手にカフェなんかでお茶してる方がスマートなんじゃないかなと思う今日この頃です。ご視聴くださりありがとうございました。皆様どうぞ素晴らしいライフスタイリングをお楽しみください。